4日目は昼前からボルダーステーションへ出かけた。相変わらず最初は負け続けていた。今回のカジノ資金の 22% を失った時点が最も負けが込んでいた瞬間だった。その後ようやく盛り返し始めた。やっと流れが変わり始めたんだな。結局この日はカジノ資金の 11% の負けまで回復することができた。夜になってみゆさんがわざわざ様子を見に来てくれた。一緒にインアウトバーガーに晩ご飯を食べに出かけた。インアウトバーガーはストリップ地区にもあるが、いつも行列ができていて買うのも大変なんだ。その点郊外にあるお店は並ぶこともない。やっぱりここのハンバーガーは美味しかった。その後ホテルに送ってもらった。これがその時の様子だが、フラミンゴ通りを東から西へ移動している。観覧車やストリップ地区のホテルがだんだん大きく見えてくる。4日目の報告はここまでだ。そして5日目もボルダーステーションへ出かけた。毎日同じような時間帯にいるので、ピットボスやディーラーが優しく接してくれるようになったんだ。カクテルガールも同様だった。ブラックジャックをプレイしている間はアルコールはバドライトをよく注文している。ビールが好きなのもあるが、バドライトは発音が通じやすいと思う。そこそこ何度も注文するんだ。するとこんなことがあった。少しお年を召したカクテルガールのお姉さんが毎日注文を取りに来てくれていた。カジノ側のチップの補充の時間にテーブルを離れて少し休憩していた。まだテーブルには飲みかけのバドライトが残っていた。注文していないのに勝手に新しいバドライトをテーブルに置いて飲みかけを持って行ってしまった。慌てて追いかけてチップを渡したんだ。その次はプレー中に前を向いていた時だ。耳元でバドライトとささやく声が聞こえた。見るとニコニコしながらバドライトを差し出してきた。その後シャッフルの間に周りを見回していると、そのカクテルガールと目が合った。するとニコッとして後でバドライトを持ってきた。アイコンタクトで飲み物を初めて注文できた。貴重な経験だった。お前はビール飲みすぎじゃないのか？そうなんだ。なので頻繁にトイレ休憩するんだ。個人的には流れが悪い時に休憩する口実ができると思っている。そしてこんなこともあった。ごくまれに愛想の悪いディーラーがいる。今回も全く表情を変えない鉄仮面のようなディーラーがいたんだ。しばらくプレイした後、流れが良くなったので少しずつディーラーズベッドを置くようにした。ディーラーズベッドというのは何だ？ディーラーへのチップを直接渡すのではなく、ベッドとしてかけることだ。ディーラーからするとプレイヤーが勝つとチップの額が2倍になる。そうするとディーラーがにこやかな笑顔を見せるようになり、優しく接してくれるようになった。この日はかなり流れが良かった。結果としてカジノ資金の 5% 負けまで回復した。ようやく本領発揮なのか？ホテルへ帰った後、少しホテル内のカジノをブラブラした。プラネットハリウッドホテルのカジノはこんな感じだ。ローカルカジノに比べると大音量の音楽などでかなり騒がしい。
晩ご飯はサンドイッチを食べた。このお店はチェーン店だが、プラネットハリウッド内にもあり、日本人にも比較的人気がある。だが円安のためサンドイッチ1個がおよそ1500円もする。まあ現状では仕方がないな。お前は観光したりショーを楽しんだりはしないのか？一人で滞在する場合はあまり観光はしないんだ。今までいろいろな友人たちとかなりの回数ラスベガスへ来たことがある。その時はショーを見たり観光に出かけたりしている。比較的マイナーなブライスキャニオンやデスバレーにも行ったことがある。グランドキャニオンに至っては数えてみると今まで7回行っている。今回ほどストリップ地区から離れていたことはない。ベラージオの噴水ショーも見なかったのは初めてだ。いつもは一人で滞在した時でもストリップの通りを散歩したりしていた。今回はほとんどストリップの通りを歩いていない。まさしくローカルカジノ三昧だな。次回の報告もよろしく頼むぞ。